どうも、ジャズ沼へようこその長吉俊夫です。今回は前回の続き、チャーリー・パーカーのドナリーのアドリブ、1コーラス目の後半をやります。前回16小節の間にいろいろなアイデアが出てきたと思いますが、前回の動画の概要欄、そこに私のブログのリンクを貼っておきました。そこでクイズ形式で問題いくつか用意しましたので、復習に役立ててください。このチャンネルでは皆さんのジャズ上達へのモチベーションを高めるような動画を作っていきます。ぜひチャンネル登録と高評価、通知のオンをよろしくお願いします。7月末までレッスンキャンペーンをやっています。Zoom で受けられるオンラインレッスンをやっています。ジャズ独学ウェブサービスのジャズステップスというのを作ったんですが、そちらも同様にキャンペーンやっています。キャンペーンの詳細は概要欄からよろしくお願いします。それではまたドナリーの演奏を聴くところからやってみましょう。では続きをやっていきましょう。ドナリーの後半ですね。チャーリー・パーカーのソロの後半部分からやっていこうと思います。前半は、前回の動画でやりましたので、まだの方はチェックしてみてください。いやまさかね、1回の動画で、半コーラス16小節しかできないとはまさか私も思いませんでしたが、それはね、無駄話が多かったというのもあるんですが、サクサクやっていこうと思います。よし。このね、前回のフレーズの最後ですね。このフレーズ、普通だったら5度ミフラットに E フラットに解決したいんですよ。なんでそれが解決しなかったっていうのも、私がこのフレーズなんだろうなと思った原因でもあります。で、実際チャリパカは何を吹いているかというと、聞いてみましょうか。こんな感じのフレーズです。これね、結構ガツンときましたね。ドレファミレドシラ。これ一体何なんだと。イメドンはね、また今回も私の、独断と偏見によりつけていますが、これはまたドフラットファフラット、なんか見覚えあるなと思っていただけると嬉しいですが、そう、ここ4度マイナーセブンで出てきましたね。4度マイナーセブンス。4度マイナーセブンスはどっから来ていたかといったら、そう同種単調 A フラットエオリアンモードからのモーダルインターチェンジでした。すみません、モーダルインターチェンジという単語は今回初めて出しました。4度マイナーセブンですね。よし。で、ここはコードはトニック、ベースは A フラットが鳴っていますが、おそらくこの4度マイナーっていうのは響き的にはサブドミナントマイナーっていう、聞いたことあるかな。こういう4度マイナーっていうのはこういう響きです。これがサブドミナントマイナーっていう響きです。で、それがベースがベースは1度なんだけど、サブドミナントマイナーが乗っかっているよっていうことをチャリパカさんやってるんでしょうね。ドレファミ、聞こえてきましたか？このサウンドがね、これは明らかにクロマチック的なサウンドではない、経過音的なサウンドではないので、なんか他のコードにリハーモナイズしてるなっていうところまで
そこまででも分かっていただけたら、初心者の方は合格かなと。ミレドシラ、ここは5度、3度、3度。表拍にコードトーンが来ている3度下降のパターンですね。3度下降のフレーズは前半でも2回ぐらい出てきたので、忘れちゃった方はチェックしてみてください。次。これ何かな？基本的にはコードトーン中心のフレーズで良いと思います。コードトーンじゃないのはフラットナインスだけ。そしてフラットナインスは、ルートに着地しています。まあちょっとだけなんかブルースっぽい感じしますけど、まあでも関係ない、なんだろうなっていう感じですね。これは何でしょうか。なんかコードトーンがいっぱいだなっていうのと、ちょっとブルースフィーリングなのかなっていう感じですけども、なんかこうじゃないのっていうのがある方はぜひコメント欄で教えてください。語らいましょう。前半の B フラットセブンスと全く同じフレーズですね。これ何だったか覚えていらっしゃいますか？そう、B フラットメジャーペンタトニックスケールですね。まあ、見分け方的には、コードトーンじゃない音で終わってるとか、コードトーンじゃない音がなんか隣のコードトーンに解決してないなっていう時は、普通の和声音と非和声音の、システムによってフレーズ作られてないなっていうことになりますので、例えばペンタトニックかなとか、そういうふうに見分けられるといいんじゃないでしょうか。ペンタトニックを使う場合には、もうこれでコードのこういう、塊としてのサウンドで、まあいろんな、結構ペンタトニック普通の、メジャーペンタトニックスケールみたいなのは半音がなくて、こういうふうな、機械的なフレーズを、作りやすい機械的なフレーズを作りやすいスケールなので、あんまりもうテンションとコードトーンみたいな感じで、この音はテンションだからコードトーンに解決して、この音はコードトーンだからどこ行ってもよくて、そういう風には、考える必要はないです。ペンタトニックはそれでもうコードの塊になっています。次のフレーズですね。まず3度加工を見つけます。ソ、またシソミドラ、ソミドシラシ、ごめんなさい。やりづらい。ソミドシソミドラで、ここが大事。ビバップを分析するときはそのレコーディングの年代とかも調べてみてほしいんですが、これは何年の演奏だったかというと1947年。この頃は今では、Gm7 フラット5って言ったら6リアンスケールでアドリブするのかなという感じなんですが、この頃、そういうマイナー7フラット5はもうこういうマイナー25は全部もう C7 スでもう C のハーモニックマイナーパーフェクトフィブロ、これは F のハーモニックマイナーなんですが、一発でやっていたそうです。というのが、マーク・レビンさんのジャズセオリー、ザ・ジャズセオリーかな。ジャズピアノブックってどちらもいい本なんですけど、どちらかで書いてありました。お手元にある方は、探してみてください。どこにあるかちょっとページ数教えてくださったら、嬉しいです。マイナー7フラット5でやろうとすると、なんかこれも度数とかよく分かんなくなるんですけど、これももう C7 スっていう風に考えちゃえば、ソファミソシレド53579、また出た。3579は大事なアルペジオして3度加工するときにも3579を使えば35795ミド
3度加工ができます。シラソファミソシレドシラ76543、スケール下がってるだけですね、ここは。で35、ここちょっと解決がちょっとだけ遅れています。ここで f マイナーセブンスに着地しています。35795、一拍解決が遅れています。こういうのはみ出しフレーズね、コードの伸縮っていう風に言いますけども、 C7 のはみ出しが起こっています。これね、すごい綺麗なマイナー25のフレーズなんで、これはぜひいろんなキーで練習したいフレーズですね。できるかな。こうか。G マイナーだとあーとか言って、A マイナーだとそういうふうにフレーズを一応しようと思うと、頭の中でその5度から始まってるなとか、C7、5度セブンスの5度から始まってるなっていうふうにいろいろこのフレーズの解像度は高めないと一応するの大変だと思うので、ね、全部のフレーズを覚えて、それをキーが変わるから、例えばこれを C マイナーにやるにはこれ全部の音を覚えて、全部の音を完全5度上げてっていうふうには多分しないですよね。フレーズを覚えるときにはそういうふうに自分の中でここが3579だなとか、5度から始まってスケールを降りてアルペジオで上がってスケールで下がってみたいなふうに、で度数はどうなって、その度数全部覚えてもいいですけど、ざっくり3度加工の地点のこういう柱となるような地点だけ覚えておけば、ね、全部覚える必要ないので、もちろん間違っても全部覚えてそれを全部完全5度上げてみたいな風にするのは確実に効率悪いので、そのフレーズの一つ一つの解像度を高めるっていうのはやってみてください。次もね、ちょっとこれは結構パンチ力が高いフレーズで、ちょっと分析するのが大変でした。聞いてみましょう。ちょっとこんな感じのフレーズです。いいですね。やっぱチャリパーカーさんかっこいいね。このフレーズのアドリブのドライブ感というか、そういうのもね、フレーズの分析だけじゃなくて、分析よりももう大事って言ってもいいです。こんななんかコネコネねしてもね、僕は楽しいけどそれがすごい勉強になるかって、勉強になるとも思うんですけど、それよりももう強烈にスイングしてる、踊り出したくなるようなリズムとか、そういうのもね、ぜひこういう音源と一緒に演奏してちょっとでも身につけていただけたらと思いますんで、いいよ、こういう分析はね、分析なんてね、いいですよ、リズムに比べたらっていうとこの動画終わっちゃうのでやりますけどね、間違ってもね、だから譜面だけ見てなんかコードこうなってて、こう音だけ確認してとかじゃなくて、リズムを聞いてワクワクしてもらいたいところですけど、でこれこういうフレーズになっています。問題なのがここでメジャーセブンスが鳴ってるんですよ。 C セブンスなのに。なんかかっこいいアウトフレーズだと、セブンスでもメジャーセブンス鳴らしていいんだとか思っちゃう方がいるかもしれません。しかもこれレフラットなので、別にクロマチック経過音になってるわけでもないんですよ。このドフラット、これ何かなって思うかもしれないんですが、これまた出ましたね。ファフラットとドフラット、これミとシで書けばいいのに、これ私の独断と偏見によりなんかファフラットとドフラットで書いてたんですね。これ何かって言ったら思い出してくださいね。サブドミナントマイナー、同主単調からラシドレミファソ借りてきたこのコードが鳴ってるんじゃないかと。そう思うとめちゃくちゃ自然じゃないですか。でチャーリー・パーカーさん至る所でサブドミナントマイナーへの、リハーモナイズをね、でっていうのを、ツイートしたら、それでその前にこれ、多分ちょっと勉強されてる方なら、あれこれオルタードスケールっぽくないって思ったかもしれないんですね。でこれでもメジャーセブンスがあるからオルタードでは
ないです。でツイートしたら教えてくださったんですが、これ C7 の裏コードのミクソリディアンっていうふうに、バリー・ハリスさん、ピアニストのバリー・ハリスさんはそう説明してましたよっていうふうに教えてくださった方がいます。ありがとうございました。で、結局D フラットのドリアンと G フラットのミクソリディアンは、同じスケールになるんでどっちでもいいんですけど、ちょっとオルタードっぽいけどちょっと違うメジャー7が入ってるのは、裏コードのミクソリディアン、裏コードをミクソリディアンにした場合もできますので、サブドミナントマイナーでできない場合でもこういうの出てくると思いますので、一緒に確認していこうかと思います。この曲は昔からコピーしてる曲ですけども、いろんな曲を皆さんと一緒に分析しようと思っています。なんで僕今までコピーしたことない曲とかも挑戦してみたいと思っています。そうなんでこの曲の分析してみてくださいとかいうのもどしどし受け付けています。リハもしてるフレーズでした。次 f マイナーセブンス、ここ聞きましょうか。こういうフレーズ、ここも前回の動画でやった、LINE ゲームスの録音スケールのアプローチをやってみようと思います。LINE ゲームスというのは、海外のギタリストの方が書かれた教則本で、スケールから1音抜かしてフレーズを作りやすくしようみたいな、ペアを作ってフレーズ作りやすくしようみたいなやつなんですが、マイナーセブンスの場合には、6度を抜くことが多いです。6度を抜いて12345の7の6度を抜きまして、下からペアを作る A ペア B ペア C ペアとします。そしてこのフレーズ見てみてください。これがペアに収まってるかどうか、ペアに当てはまってるかどうかチェックしてもらえますか。ドミ C ペアですね、ファソ A ペアですね、シラ B ペアですね、ソファ A ペアですね、みたいな感じに分析するのも、こういうの僕好きなんですけどね。ただチャリパーカーさんはこんな風に C ペア A ペア B ペア A ペアみたいなのは絶対吹いてないと思うので、そこは注意してください。これね詳しく動画でもお伝えできたらと、他の動画で、これについての動画を作れたらと思いますけども、これなんか興味あって知りたいっていう方ぜひ、レッスンでお教えできるので、それかこの LINE ゲームの本、買ってもらうのが一番、手っ取り早いかなと思いますけども、ちょっとね英語の本なので、海外の本なのでちょっと難しいところもあるかとは思います。じゃあ続いてこういうフレーズですね。またね3度加工、実はこの B ペア A ペアなんですけど、この C 層あたりから、C7 と考えて3度加工が起きていると考えてもいいです。シソミシシソミドと3度加工起きてると思ってもいいでしょう。3579からルートに下がると3度加工起きるんでしたよね。で3579からルートに行く前にちょっとだけ迂回が起きています。こういうね迂回のパターンもね紹介したいな。ソシソラファサードルートに対して囲んで解決していますね。最後のフレーズですね。こういうフレーズになっています。これ最後 C マイナー F7 B フラット E フラットセブンスっていうふうにコードの動きが結構細かくなっていますが、このコードをいちいち追ってなさそうです。これはもうずっと A フラットだと思ってやってますね。ドミララララドミララララドミラ、そしてその間にクロマチックの音が入ってます。
まあこれをメジャーセブンって考えてもいいですけど、まあどっちでもいいですよ。3、5ルート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 に対して半音下からアプローチをしています。下からアプローチ、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 下からアプローチ。3、5ルートに対してこれね、1、3、5ルートサードフィフスは、特にアプローチノートのターゲットになりやすい音ですね。という感じで分析が完了しました。何分かかったかな。27分、順調ですね。じゃあ、これで、チャリパカのドナリーの分析終わろうと思います。こんな、汚い分析でよければこれ差し上げますので、概要欄から LINE、 私の公式 LINE にてドナリーのレジュメくださいと言ったら、手動で自動返信ではなくて、手動でお送りします。こんな感じかな。で、ニコラス目以降は、6月号の通信講座で、取り上げました。6月号なんでもうバックナンバーになっちゃうんですけど、バックナンバーは今7月の、レッスンキャンペーンで、受けていただいている方は半年間、通信講座毎月1つ受け取れますよっていうのをやってますので、ぜひこのキャンペーン人数に限りがありますので、お早めにお申し込みいただけたらと思います。Zoom のレッスンともやっています。ジャズステップスというジャズの学習サービスを作りまして、今回ね、そのドナリーの全然わけわかんなかった方とかいらっしゃると思うんですけど、わけわかんなかったのにここまで見ていただいて、ありがとうございます。多分そもそもね、その B フラットマイナーってなんだとか、なんかスケールの話とか全然わかんなかった方もいらっしゃると思うんですけど、アルペジオはすぐ弾けたいですよね。やっぱり僕がそのコードトーンが大事で、コードトーンとコードトーンじゃない音を、比べてみましょうとか、コードトーンじゃない音がコードトーンに解決してるよねとかいうふうに、コードトーン大事なんですよね。で、こういうふうにそれをやれるトレーニングがいますね。これ今音出てないですけど、これ僕今 iPad でやってますけど、 iPad でも、パソコンで MIDI 鍵盤つないででもできますので、もちろん Android とか iPhone とかで、画面を直接ポチポチってタッチしてもできますし、こういうコードのトレーニングだったり、今日スケールの話とかもちょっとしてたと思うんですけど、スケールのねトレーニングみたいなのもありますので、これジャズステップスご興味ある方は、ぜひ、これはね980円で始められます。これもね今キャンペーンやっていて、7月中のこの通信講座の、キャンペーンに、ついてきます。3ヶ月無料でジャズステップス受けられますよっていうキャンペーンやってますので、概要欄の方からチェックしてみてください。最後の宣伝が多くなってしまいましたが、こんな感じで毎回、どんどんいろんな曲の分析楽しく、やっていけたらと思います。ありがとうございました。